ご視聴ありがとうございます。泡盛好きのずんだもんです。この動画が少しでもあなたのお役に立てば嬉しいです。今回は初めて泡盛を購入する方にあらかじめ知っておくと役に立つ内容について解説しようと思います。ということで今日の目次はこんな感じです。まず蒸留方法と貯蔵方法、そして熟成期間の違い、最後に泡盛リキュールについてです。今回紹介する内容以外にもこういった有益な情報を挙げていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではどうぞ。ずんだもん、泡盛を買いたいんだけど困ってるの。詳しく話してほしいのだ。お土産でもらった泡盛を飲んだのね。そうしたら美味しくてたくさん飲んでしまって気づいたらなくなってたの。新しい泡盛を買いたいのだけどたくさんあってどれを買えばよいかわからないの。わかったのだ。まずは泡盛を購入する前に知っておいてほしいことを説明するのだ。泡盛は焼酎やウイスキーと同じ蒸留酒の仲間なのだ。お米を原料として作られているんだよ。そうなんだね。作り方には2つあって、1つは上圧蒸留、もう1つは減圧蒸留という作り方があるんだ。減圧蒸留と上圧蒸留で作った泡盛は何が違うの？減圧蒸留で作られた泡盛はすっきりとして優しい風味、淡麗でソフトな味わい。泡盛を飲み始めたばかりの人やフルーティーな香りを味わいたい人にはおすすめなのだ。上圧蒸留で作られた泡盛は原料由来の成分を多く抽出するので香りや風味が豊かな味わい。泡盛本来の旨味を味わうには上圧蒸留がおすすめなのだ。そうなんだ。上圧蒸留で作られている泡盛が多いのだけど、上圧蒸留と減圧蒸留をブレンドされているところもあるのだ。いろいろあるんだ。ナコがお土産でもらった泡盛はどちらなの？この前のお土産は減圧蒸留の泡盛なのだ。だから飲みやすかったのかな。今度は上圧蒸留の風味豊かな味わいを飲んでみるのも良いのだ。今度は上圧蒸留の泡盛を飲んでみたいな。次に泡盛の貯蔵方法と熟成期間の違いについて説明するね。作った泡盛はしばらく熟成させるために保管しておくのだけど、ステンレスやホーローでできたタンクで保管したり、焼き物でできた大きな甕で保管したり、ウイスキーを作る時に使う木の樽で保管するのだ。いろんな容器で保管するのね。何か違いがあるの？じゃあ違いについて説明するね。一般的にタンクで保管するより甕や樽で保管する方が熟成は早くなるのだ。タンク貯蔵だと泡盛本来の熟成が進み、甕貯蔵や樽貯蔵だと容器による香りが泡盛につくので、甕の香りがついた泡盛や樽の香りがついた泡盛になるのだ。樽で保管するとウイスキーみたいな色になるの？そうなのだ。ウイスキーみたいな琥珀色になるのだ。炭酸割りで飲むと美味しいのだ。ああ、飲んでみたいな。今度は保管期間の違いについて説明するね。販売するまではいろいろな容器で保管しているのだけど、この保管することを貯蔵というのだ。どのくらい貯蔵しておくの？泡盛は長く貯蔵するほど熟成し風味が増して美味しくなるから。長いものだと10年や20年以上貯蔵している泡盛もあるよ。そんなに長く貯蔵してるんだ。3年以上貯蔵したものは古酒、それ以下のものは一般酒と呼ぶのだ。そうなんだ。この泡盛を販売するときに瓶や甕に詰めるけど、熟成期間が3年未満の一般酒は透明の瓶に詰められていることが多く、コンビニやスーパーなどでも販売しているし、家庭でも日常のお酒として飲まれるよ。居酒屋や飲食店でも提供されることが多いのだ。古酒はラベルに古酒と明記してあり、空数と読むのだ。クースも飲んでみたいな。貯蔵してある泡盛のアルコール度数は高いのだけど、瓶詰めするときに水を加えて度数を調整することがあるのだ。例えば一般酒のアルコール度数は30度前後だけど、この場合は水を加えて度数を調整しているのだ。飲みやすくマイルドにするために20度にアルコール度数を調整している泡盛もあるよ。また
空数の中には40度を超すものもあるのだ。いろいろな度数があるんだね。空数を飲むときは専用の式を使うと良いのだ。カラカラに泡盛を入れてチブグワーというおちょこで飲むのだ。チブグワーは小さくて可愛いね。チブグワーに入っている泡盛は少しだけだから、日本酒のようにぐいっと一気に飲めばいいのかな。違うのだ。空数のまろやかな口当たりと香りを楽しむために時間をかけて舐めるようにちびちびと飲むのだ。変わった飲み方をするんだ。年代物のワインを飲むときは栓を開けてから十分に空気に触れさせて香りを立たせるって聞いたことないかな？聞いたことがあるよ。グラスをくるくる回して香りを嗅いだりしてるのをテレビで見たことがあるよ。空数もチブグワーに入れてから10分から20分以上置いて十分に空気に触れさせると格別な香りになっていくのだ。そうなんだね。飲み終えたチブグワーにもキャラメルやバニラのような甘い香りが残っているのだ。わあ、すごいね。空数の甘い香りを嗅いでみたいな。亀貯蔵の泡盛は熟成が早く進むので濃純な香りと味になるよ。長く貯蔵してから販売されることが多いので星として提供されるのだ。ずんだもんも大好きなのだ。亀貯蔵の空数も飲んでみたいな。樽貯蔵の泡盛ってどんな泡盛なの？樽貯蔵の泡盛も熟成が早く進むので樽の香りとウイスキーのような甘いバニラの香りが楽しめるのだ。ロックやハイボールで飲むと美味しいのだ。いろいろな蔵元さんが作ってるのだ。ああ、本当にウイスキーみたい。飲んでみたい。アイスクリームに少しかけると大人のアイスとして楽しめるよ。ああ、アイス食べたい。最後に泡盛を使った泡盛リキュールについて説明するね。アルコール度数も 10% 前後なので泡盛を飲んだことがない人や強い度数のお酒が苦手な人でも飲めると思うのだ。コーヒーや紅茶、フルーツなどを使用したものがあるよ。ロックでも飲めるし炭酸水で割って飲んでも美味しいのだ。全部飲んでみたい。すごく興味ある。ずんだもんの豆知識コーナーなのだ。泡盛の瓶のサイズには2合瓶、3合瓶、4合瓶、一升瓶などがあるのだ。3合瓶の容量は 540ml ではなくて 600ml なのだ。少しお得なのだ。なぜ 600ml なのかは諸説あるのだ。泡盛の瓶にはお酒を詰めた詰め口年月日が記載してあるのだ。ラベルに星と明記していない泡盛でも詰め口年月日から年数が経っていれば瓶の中で熟成していて美味しくなっていることが多いのだ。お店で泡盛を飲むことがあったら詰め口年月日を調べてみると面白いのだ。ずんだもんはお酒屋さんで泡盛を購入するときはラベルの詰め口年月日が古い泡盛を選んでいるのだ。以上で泡盛を購入する前に知っておいてほしいことを説明したのだ。これで泡盛を買うときに迷わないのだ。ずんだもん、今日も泡盛の説明ありがとう。いつでも聞いてほしいのだ。最後にまとめなのだ。最初に蒸留方法と貯蔵方法について説明したのだ。蒸留方法には2つあり、風味や味わいが違うのだ。貯蔵方法には3つあり、それぞれの容器の特性を生かした貯蔵を行っているのだ。次に熟成期間について説明したのだ。3年以上熟成させた泡盛はクースと呼ばれ、熟成時風味が増して美味しく飲むことができるのだ。最後に泡盛を使用したリキュールについて説明したのだ。アルコール度数も 10% 前後なので泡盛を飲んだことがない人や強い度数のお酒が苦手な人でも飲めると思うのだ。今回は初めて泡盛を購入する方にあらかじめ知っておくと役に立つ内容について解説したのだ。この動画を見て分かってもらえると嬉しいのだ。リクエストもお待ちしています。ではまたゆるゆると解説するのだ。気に入ってもらえたらグッドボタンとチャンネル登録もお願いしたいのだ。最後まで見てくれてありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうなのだ。